なるほど。そうですね。はい、つながっています。それと鍵と鍵穴がいっぱいそのね連鎖の途中に、あって鍵穴だけとか鍵だけぶら下がっていたり、そんな感じでしょうか。そうですね。でもマダム・タッソーじゃないのでまあでもね皆さんがそう言われるからそういうようなとこもあるのかもしれないけれどもでもねやっぱり何かをこうメディアをまたいで作ろうとしてますからずっとそれ一つ一つは生きてるかもしれないけどもやっぱりそこに生き死にあるいは年齢が変わる色が変わる時代が変わるでまたそこに何かが加わるというようなそういうような本作りではないかと思います。ですねソフトアイですね。要するにピアトゥピアでいっちゃいすぎなんですね。で私たちは、ここにいてもこういうものの気配を僕は感じられるし皆さんもそうだと思うんですがそういうことができないですね。だからブラウザーがもうちょっとこう後ろの百太郎を連れてるとか向こう行きたいのこっち行ってるってこっちっていうとこう迷ってくれるとか、そういうようなことが足りないですね。物語力とその物語力を半分捨てて待っている力ですかね。編集って継続力なので、なかなか待てないんですよね。で物語も作れるんですがそこでアウトプットを待っている方やそうしたくなっちゃう。だからもしその、クリエイティビティで大事なことで、私が感じているものは何かといえばその待機あるいは遅延遅れる、その中でずっと何かこう、沈殿して突然生まれてくるものそういうようなものは想像力のまだまだ秘密としていっぱい残ってるなと敬意を表してますね。いっぱいいますね。もうほとんど多いです。それはトランペッターのこことかですね、田んぼのこの辺りとかを作った人とかあるいは新しい造語をした人とかうまかぼというアイスキャンデーを名付けた人とかもういっぱいいるように思います。やっぱり基地と未知無知と未知の間にあるものが新しいですね。何か平均値から超えるとかではないですね。むしろ平均と平均の間にこうずり落ちてるものなんかも新しいです。それからあまりにこう早く動いてるために見えないものというのも新しいですね。時々もう最近はやってないですが何かをこう物を指す時ものすごくこう例えばこれが階段というものをこう階段と思う間にやっと入っちゃいますよね。階段と思えば済むんですがじゃあもっとこの階段が速い状態でここにあった時に何か感じるかというときっと感じると思います。そういうものも新しいですね。それは例えば気づきみたいなものなんでしょうか。気づきです。気づきの奥に何か現象があってその現象の説明する材料があまりに速かったりあまりにゆっくりしてるために私たちの言語やドローイングやチェックにかからないそういうものの新しさですね。だから量子力学なんかが好きなのは
その速さですね、そのものすごい速さによってアイデンティティを超えてますよね。つまりあるこうボードがあって、そこに穴が2つ開いてあって、こっち側でカメラでずっとやると 1点の素粒子が来るんですが、で このところだけにカメラを置いておくと両方通ってて、でまたこっち側にカメラずっと置いてあるのでまた一つやる。でこの瞬間はものすごく速いんですけども、そんなことは普通ないと私たちは思うのにもかかわらず、ある速さとか潜在力によって普通の観測を超えるものができる時っていうのは新しいですね。でもきっと夢とか子どものですね、幼児や子どもたちが持っているイマジネーションっていうのは相当いろんな新しいものを含んでいると思います。大変になってきましたね。それはソーシャルメディア時代だから大変なんではなくて、テレビが自らその自分で生産してると思ってしまった時期がある時からあって、さまざまなものの力を借りているんだという、別に謙虚である必要ないんですが、いわばそういう思いが少し薄れたところへウェブ状態にうわっと情報をですね、ボトムアップするソーシャルメディアが登場したので、結構大変なんで、もっと頑張ってください。ありがとうございます。身に余る言葉ばかりで、褒めすぎです。でもまた何かお願いすることもあると思いますし、未知のものに向かってつながっていければなというふうに思います。ありがとうございました。よかったですね。これはもうちょっと続けたいですね。なんかね、このリズムと、それからすでに取られているものの出現の仕方と質問と、私がその場であっと思ってるものがまた後でもそれがあったんだっていうふうに、すでにそちらで予定されていたものであるようなことも含めて非常に複合的なので、これもっと複合的になるなという印象を持ちました。編成局の人30分じゃ足りないと思います。違うか、こういう話じゃないか。いやいや、ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。